そしたら鯛のおろし方ですね。鯛をおろす時にはまずこの鱗を外すんですけど、この鱗引きの場合って隙間があるから、こんな感じでペーパーを濡らしてかましてあげる。はい、でやると隙間がなくなるから、基本的に鱗があんまり飛ばなくなります。はい、あとはビニール袋の中とかそういった中でやってあげるっていうのも一つのやり方です。必ずこの尻尾側から、頭側から鱗は尻尾側に向かって生えてますので、それなんで鱗をこういった形でしっかり取っていきましょう。でこの頭の部分とかアラも使う時には、このアラの部分もなるべくだったらこの時点で取ってあげるというふうな形にした方が良かったりします。ただ後で油脂もなんかした方が、火を入れて出し取ったりの場合はそっちの方が取りやすかったりはしますね。で鯛の場合なんか結構ヒレの部分が尖ってるんで、それ指に刺さっちゃった場合なんかはもし刺さっちゃったってなった場合は指をしっかり押さえて中の血を抜いてあげないと雑菌が中まで結構入っちゃうんでね。そうすると指が可能してパンパンに跳ねちゃいますので、その辺は気をつけてやるようにしましょう。はい、だからヒレが刺さったりチクってした場合は、基本としては血を抜いてあげるというような形で覚えていきましょう。はい、でここまでで鱗引きの工程が終わりです。そしたらですね、もう一度この鱗を再仕上げする。はい、この鱗が残ってると、皮を引くときに取れるのは取れるんで、そこまで鯛の場合なんかはあんまり問題はないんですが、はい、基本として皮付きの状態とかで油脂もするときなんか、そういったときなんかには基本として、鱗が残ってると塩をすると塩が全然入っていかないんですよね。はい、そしたらここの腹先の部分、はい、ここから斜め45度ぐらいで 1,2 センチ切れ込みを入れます。そしたら肛門から腹先までを押さえると腹がこう張るんで、はい、そしたら切っ先で、はい、切り広げてあげる。必ずここをつなげることですね、切れ込みの部分と。はい、まずはこの上身側のヒレの部分の付け根の部分を持ち上げると、こう持ち上がってこの骨の部分、ここにどう骨がついてるかっていうのが分かります。はい、でまず背中側の部分に切れ込みを入れてから、こう持ち上げると内臓が置いてけぼりになるんで、この身だけを簡単に切ることができると。はい、そしたらこれひっくり返してから、このヒレの付け根の部分を同じく持ち上げて、まず背中側を切るんですけど、この時気をつけなきゃいけないのが、下身側は上身は肝臓に守られてるんですけど、下身側は本当にこの皮1枚だけを切らないと、はい、すぐ裏手にこの苦玉、はい、この緑の、はい、胆のうがありますんで、はい、であとはこの後包丁を必ずこの斜めに基本は入れるんですけど、斜めに入れると身が多く取れるようになるんですよね、寿司に使う分が。はい、なんですが、このまま斜めに切ろうとすると脊髄はこうまっすぐ魚体に対して中骨に入ってるんで、それなんで包丁を縦にして、はい、で切ってあげると、これ入らない時はちょっとずらして、はい、切るようにしてください。骨の節の部分に入れば簡単にサクッと切れるようになりますので、はい、でこの斜めに入れる角度はここは V 字になるように、はい、切りつながりやすいように、はい、やってあげましょう。刃元で押さえてそのまま中の内臓を出します。はい、ただ養殖なんでこの脂がなかなかすごいですね。はい、でこの時点で、はい、綿を取っておいてあげる。そうするとこっちがそんなに血だらけになりませんので、はい、そしたら頭を割るときには、まな板を汚れちゃうからこの時点でやってもいいんですけど、いっぱい魚をおろすときなんかは、頭は頭でまとめといて後で一気にやっちゃうっていうような形が一般的ですね。でこれひっくり返してから腹側の油を取ってから、そしてここの浮き袋の膜ですね、この部分を切ったら必ず真ん中の血合いの部分、血合いと呼ばれるんですけど本来腎臓ですね。はい、これ切ってからちょっと上身のガンバラと下身のガンバラ、この部分に切れ込みを入れて、はい、でこの後に水洗いして流していきます。はい、そしたらですね、こっちのお腹の部分、靴ブラシとかね、なんかこうササラっていうものを本来竹のものを使うんですけど、現場なんかの場合はこんな感じで魚専用のたわしを作っておいて、はい、で綺麗にやってあげます。で魚体の大きさによってこのたわしのサイズを変えて、はい、でちっちゃい小魚の場合なんかは歯ブラシなんかをよく使ってあります。でこの時点でなるべく血合いをきれいにしといた方が、魚をこの後三枚におろす時に、その時にまな板の上が血だらけにならないんですよね。はい、それまでその方が衛生的ですね。そしたら一回頭落としが、今までの工程を下処理とか頭落としとかっていう工程で言うんですけども、それが終わったら
まな板を必ず一回きれいにしてあげて、でその後に魚体の水分を必ず拭くようにします。この水分が残ってるとまな板がびちゃびちゃな状態になっちゃうんで、そうするとおろした身の部分っていうのはフレッシュな状態だから、なるべく身に水分を触れさせたくないんですよね。それなんで基本の工程としては魚体をしっかり拭いて、でまな板も濡れてない状態にしてあげる。これ尻尾を切っても切り落とさなくてもどちらでも構いません。まずは上身とこっちの下身側ですね、下身の腹側から、お腹を軽く持ち上げてから尻びれの際の部分に切れ込みを入れます。そしたら2回目の包丁で刃先がこの真ん中の脊髄に当たるようにですね、刃先のこの切っ先部分ですね、ここにぶつかるのが分かると思うんで、ぶつかったら最初に入れた切れ込みに合わせながらそのまま手前に引きましょう。そうすることで骨の上をスライドすることができます。でこの部分ちょっとだけ切れ込みを強めに入れる、ガンバラがあってちょっと切れ込みが入りづらいんですけど、これをしっかり切っておかないとこの後背中側を下ろして引っ張るときに、その部分が残っちゃうと切りづらいんで、さあ同じく切れ込みを左手でしっかりと魚体を固定してから、尻尾から頭側に切れ込みを入れます。そしたら2回目の包丁で刃先はすぐもう脊髄に当たりますんで、当たったらそこに合わせながら、手前の方にスライドして引いていくと。それなんで切っ先がこの脊髄の部分に当たってると。でこの切れ込みに合わせて引くことで魚がフラットな状態になっていれば、このしのぎの角度でそのまま引けば下ろせるっていうような原理ですね。そしたらこの時に頭の部分、この部分だけちょっと強めに切れ込みを入れましょう。そしたら返し包丁で尻尾の部分を切ってから、ちょっと軽く身を持ち上げながら真ん中の脊髄につながってる部分、ここは外していきます。でここまで来たら持ち上げて、親指で身の背中側の身を全体的に持ち上げてから刃元をちょっと角度つけてつながってる部分をカットすると。そうするとこんな感じですね。尻尾はこの時点でカットしてあげましょう。そしたら魚体をひっくり返して反対側を下ろしていく。でこの時のポイントは腹側を押さえちゃうと骨が不安定になるんで、中骨を安定させるために背中側に向かって押さえ込みます。そしたら同じくヒレの際の部分に切れ込みを入れて2回目の包丁で同じく真ん中まで。身が結構ねプリプリして生け締めのやつなんかの場合は、なかなか包丁が入っていかないんで、その場合は2回3回に分けて構いません。こういう感じですね。でひっくり返してから、今度は腹側ですね。そしたらこの時に鼻の骨って尻びれの付け根までしかないんですよ。それなので切れ込みを入れたらお腹を持ち上げてここで切れ込みを入れましょう。そしたら2回目の包丁で切っ先が脊髄に当たって手前までそのまま下ろす。そしたらここまでの骨が下ろせました。でさっきのこっちの状態でどうやって下ろしたのかっていうと、まず切れ込みを入れます。そしたら切っ先が脊髄に当たる。そしたら切れ込みに合わせてそのまま手前に引いたと。でひっくり返してから同じく切れ込み入れました。で切っ先が脊髄に当たる。で切れ込みに合わせて引くと骨の上をその間スライドできたと。でガンバラもここ中骨の部分が発達してますんで、それなんでもうちょっと気持ちいい包丁を奥まで入れたっていう風な感じで切ってそのまま引っ張った。で斜めにしてこの部分を切ったっていう風な感じの、理論になります。そしたらですね、こっちの反対側、これに関しては同じく返し包丁を入れてから軽く持ち上げながら切っていきます。でここまで切ったらこのまま引っ張ってもいいんですけど、ここの骨が脊髄が結構ぶっといんですよね。それなのでそのまま引っ張って切ろうとするとここの肉は持っていかれちゃう。それなんで自分の体の直線上に魚を持ってきてから、腹側の肉をここで親指で持ち上げます。今ここまで下ろしてますよね。そしたら残った接合部分ってこの部分だけなんですよね。そしたらここに包丁を持ってで斜めにしてからでこのまま縦にザクザクとつながってる分だけを切って、そうすることによってここの肉がきれいに残ります。そしたら次にガンバラの部分ですね。ガンバラの部分なんかを下ろすときにはそのままいっても大丈夫なんですけど、このガンバラとこの真ん中の血合い骨、これがくっついてるんですよね。くっついてるから包丁がなかなか入りづらい。だから最初は慣れないうちはやりづらいかもしれないですけど、慣れてくるとこんな感じで包丁で一発で持ってって、でこの薄いガンバラに合わせながら包丁にちょっと透けてる具合が分かりますかね。で必ず左手で押さえる。これ一番ダメなのでめくっちゃうと身も持ち上がっちゃうんですね。そうするとこうスパッと切れちゃいます。それなんで必ず左手で押さえて、骨の下をすくい上げるような感覚で切っていく。それは2回3回に分けて構いませんので、
で左手で押さえて、はい、同じくスライドしながらこの腹先の白い膜まで取っていきましょう。あんまり取りすぎると、腹の肉がなくなっちゃいますので、こう骨が残っても後で取ることできるんですよ。はい、だけどなんだ、この時に、身まで取っちゃうともう後戻りが効かなくなるんで、そこら辺は要注意というような感じですね。でこの時に生け締めした時の後で血が残ってる場合なんかもあるから、その場合なんかカットしましょう。でこっちは反対側で、先ほど言ってたガンバラと血合い骨のくっついてるところ、これ逆さ包丁っていうやり方で包丁を裏側に持って親指と人差し指で挟みます。はい、そしたらこのガンバラがこういうふうに曲がってる流れに合わせてつながってる部分を切り離していくと。そしたらこの血合い骨は背中側にくっついて、はい、でガンバラの方は切り外れてっていう状態にできるから入り口が出来上がるんですよね。はい、そしたらこの手前側から同じく骨に沿いながら、はい、切り取っていくっていうような形のことが可能になります。でこの腹先の白い膜、この白い膜はね内臓を守った部分なんで、やっぱ臭みがそれなりに強いのと、あと歯切れが悪いんですよね。それなんで基本的には切り取ってあげるというような形のことがほとんどですね。はい、こういった形です。